こんにちは、マリです。今私は花を育てたり、パンを作ったり、料理をしたり、部屋を DIY で作り変えたりするのが楽しくて仕方ありません。でも若い頃からずっとそういうことが大好きだったわけじゃないんです。全部50代で見つけた新しい楽しみです。普段の暮らし方や家のことに自然に目が向くようになったのも確かですけど、ちょっと意識してそういうことに喜びを感じる人になろうと努力した部分もあります。そうなりたいと思った理由はいくつかあるんですけどね。今日はその理由の一つ、年金についてお話ししますね。お金の話をするのは卑しい、そう教えられて育った世代ですから、この話をしようと思い立つまでに結構な時間と決意がいりました。私は今62歳。若い頃には会社勤めもしたけど、それより長い間フリーランス、個人事業主として働いてきました。だから年金はほぼ国民年金です。毎年誕生日月に送られてくる年金定期便には、これだけじゃ暮らせないわねとつぶやきたくなる金額が記されてますよ。今はまだ年金は受け取ってませんけどね。一般的には65歳から受け取る人が多そうですよね。だけどもっと早く受け取った方がいいとか、もっと遅くに受け取り始めれば金額がかなり増えるとか、いろいろな話を耳にします。だから私も何歳から受け取ればいいのか真剣に考えてみました。でも考えれば考えるほどわからなくなるんですよね。もしも早く亡くなったら年金をもらえないんだからすぐにもらった方がいいという人もいれば、早くもらったけど繰り下げて年金を増額させた方が良かったと後悔している70代後半の方がいたりします。テレビのインタビューを見れば見るほどやっぱりわからなくなりました。でもね、考えてみればわからなくなるのは当たり前なんですよね。だって自分が何歳まで生きるのか見当もつかないんですから、判断のしようがありません。知り合いに話を聞いたら、体が弱ってから年金をもらってもどこにも行けない、だから早くもらって旅行に行くんだって言われました。そこでね、はっと気づいたんです。そうか、損するか得するかで考えてるから私は分からなかったんだって。年金を何のためにもらうのか、それを考えることが大切だったんだってね。もしも年金を旅行とか娯楽のために使うなら、体が動くうちに早くもらった方がいいですよね。でも生活費に充てるとしたら、体が動かなくなって仕事ができなくなってからもらえばいいんじゃないかな。答えが少し見えてきました。国民年金ですから、もらえるのは1ヶ月に5万円くらいです。
それだけでは生活できないから、私は体が動く限り働くつもりです。フルタイムじゃなくていいから、ゆるーっとできるだけ長く仕事をしていたいです。働くって楽しいことだと思うんですよね。特に楽しいと思える仕事を見つけられたら人生の勝者。何歳だって幸せになれますよ。いつか体が弱って働けなくなったら、その時はいよいよ年金さんよろしくねです。多少の貯金と年金での暮らしを始めようと思います。そうなる前に寿命を迎えたら、それはそれでいいんじゃないかなって思ってます。だって私、最後の瞬間に年金がもらえなかったって悔しがるとは思えないんですよ。贅沢じゃなかったけど、なんとなく楽しい人生だったなと思いながら永遠の眠りにつく。それが理想です。まあ何はともあれ、大半の物事は損得で考えると迷うばかりで、自分にとって何が幸せなのかを考えると答えが見えてくる。そんな気がしましたよ。確かにね、たまに行く豪華な旅行も素敵ですよね。でも私が目指してるのは、毎日が少しだけハッピーな暮らしです。本当に本当に小さなハッピーでいいんです。一人でも美味しい料理を作って食べれば、それだけで豊かな気分になれる。自分で作ったご飯は健康的だし、節約にもなりますよね。毎日美味しいご飯で一日を始めたいものです。そして私にとって大切な手作りの美味しいおやつ。今度は何を編もうかな。編み上がる頃には冬が終わってるかもしれないけど、何を編もうかあれこれ考えてる時間がもうハッピーなんです。贅沢しなくても楽しみはあちこちに転がってる。それに気づける自分になりたい。そういう自分になるために日々修行中です。この日は春を呼ぶ北欧のお菓子セムラを作りました。北欧旅行には行けないけど、キッチンで世界中の食べ物を作ってまだ見ぬ国に思いを馳せるなんていうのも楽しいんじゃないですか。
ふっくらと発酵した生地を丸めて休ませて、もう一度丸めて発酵させます。パン生地がちゃんと成長してくれて嬉しいです。アーモンドパウダーのローストはオーブンを使えば簡単だけど、余裕がある日は宝禄を出してじっくり煎るのも楽しいものです。ほんのり色づくまで煎ったアーモンドパウダーにお砂糖、牛乳、パンの真ん中をちぎってくぼませます。ちぎったパンをアーモンドクリームに入れて無駄なく使うのは北欧ならではの知恵かな。食材をきちんと使い切る料理大好きです。セムラはもともとイースターに向けての断食の前に食べるお菓子だから、クリームをたっぷり絞ります。この時期だけのちょっとした贅沢っていうところがなんか可愛くていいですよね。昨日は春の嵐、強風が吹いたけど今日は暖かくて穏やかです。縁側で春の気配を満喫しましたよ。ずいぶん長い間楽しませてくれたマリーゴールドはもう終わりですね。花の苗を買ってきました。芽が出た球根は見切り品。見切り品を上手に育てるのが腕の見せ所ですね。寄せ植えの脇役にすることが多いアリッサムを主役として植えてみました。植木鉢からあふれ出るぐらい花がいっぱい咲くといいな。芽が出たクロッカスはもうすぐ咲きますね。水仙は秋まで植木鉢のままで、今年はお家の中で咲いてもらいますよ。次の DIY の計画も立てましょう。
おしゃれな郵便受けを作りたいな。感が素敵だね。どんな郵便受けを作ろうか、こうしていろいろ調べてるのも楽しいんですよ。素敵じゃない？林の中をお散歩しました。公園のベンチに座って空を見上げました。今日も小さな幸せを積み重ねましたよ。長い動画を最後まで見てくださってありがとうございます。次の動画でまたお目にかかりましょう。